んにちは。前回の動画からしばらく経ち、ビルドをちょこまかとアップデートしたので、その紹介をしていくよ。今回はやや専門的な内容になるので、このビルドの概要や大まかな解説については前回の動画を見てみてね。ちなみに火力面では 200% でリリウムの敵もサクサク倒せるようになっているけど、耐久面はさして変わっていないので、そこのところは注意してみてね。まず1つ目の大きな変更点はチャージドスタッフの採用。単純に火力を飲ませるだけでなく、灼熱のクリティカルサポートといった火力バフ系サポートを積むことでさらなる火力アップが期待できる。僕の場合の具体的なダメージ量で言うと、通常このように DPS632 万なところ、チャージドスタッフを使うことで DPS755 万まで上昇し、さらに灼熱のクリティカルなどのバフが乗ることで850万にまで上昇したよ。そしてチャージドスタッフにはもう一つ強力な恩恵がある。それがこれ。パワーチャージの時間が減っていないのがわかるだろうか。これはコメント欄で教えてもらったんだけど、チャージドスタッフを連続使用している間はパワーチャージが減らないし、しかも通常速度で移動できる。チャージドスタッフもチャージを取り除かない確率を 100% にできるので、このようにボスの無敵時間でものんびり待つことができ、 QOL がだいぶ上がるのだ。コメントくれた方ありがとうなのだ。続いての変更点はアーリングアサルトのサポート構成。回っただけでパワーチャージが一瞬で溜まったのが分かっただろうか。今のジェム構成は究極の一撃にエイリスの鐘、チャージ追加付与にアタックスピード増加3、リビングライトニングにとなっている。この構成だとアーリングアサルト単体で素早くパワーチャージを稼ぐことができる。どうしてリビングライトニングをつけるとチャージが稼げるのかはぶっちゃけ僕はよく分かっていないよ。続いての変更点はアミュレットに対するソーマタージー発生装置のアノイントおよびそれによるエターナルレイジの採用だよ。これもコメント欄で教わったんだけど、ソーマタージー発生装置をアノイントすると5両ごとにチャージを付与してくれる。これによりフレンジーチャージとパワーチャージはほぼ自動的に維持してくれるようになるので、コンバットフレンジーを外しエターナルレイジをつけられるようになった。エターナルレイジは品質によってスピリットコストが軽くなり、品質21以上ならスピリット80でつけられる。ただしこれには問題点があって、ヘラルドとチャージレギュレーションですでにスピリット90使っているので、そこにスピリットコスト約80のエターナルレイジを入れるには計170のスピリットが必要になってしまう。しかもクラリティやカニバリズムといった優秀な永続バフも外れてしまいがちなので、スピリットが漏れた上でキル時ライフ回復やキル時マナ回復なども別の部分で盛ることが必要になるよ。火力増強は魅力的だけど、スピリットに余裕がない場合はコンバットフレンジーでいいと思うよ。ちなみに僕がよくつけているアーマー破壊ブーストサポート、なぜつけているかわからない人のために意味を解説しておくよ。このアーマー破壊ブーストは何の効果もないよ。ただジェム自体には効果がないのだけど、ジェムリングにはジェムのはめ込みというアセンダンシーがある。これはソケットされている最も多いサポートジェムの色によって様々な効果を得るもので、いずれも非常に強力。そしてこの効果は全ての色が同数であれば全ての効果が発動するため、ジェムリングは3色を同数に揃えておきたい。そのための色調整要因としてアーマー破壊ブーストを使っているというわけなのだ。なぜかどんなスキルにもアーマー破壊ブーストはセットできるからね。バグっぽいけど。続いての変更点はメインスキルのフォーリングサンダーにラキアタの流れを採用してみたこと。今はチャージ温存、ノバの投射物位置、長弾にクリティカル集中、ラキアタの流れという構成だね。火力が大きく上がったような感じはあまりしないのだけど、元素耐性貫通のパッシブやジュエルを外してその分を別な効果にできたから、そういう点では意味があったと思う。ちなみにこの範囲内のダブルパッシブスキルは敵を倒した時にマナの 1% を回復するという効果は非常に優秀。マナ問題が劇的に改善されるので、マナに困っていたらつけてみるのをおすすめするよ。最後にその他細かい変更部分について。チャームに通過ディレイの猿を採用してみたよ。通過ディレイの中では安い方なので
手軽なのがいいね。効果はダメージと凍結蓄積の増加、このビルドには合っているのだ。そして井戸の心臓で雷ダメージが確率で幸運になるものをつけてみたよ。このビルドはダメージのブレ幅が大きいからきっと有用だと思うのだけど、もともとがオーバー火力だからあまり体感はできてないよ。普通にキル時回復を盛る方がいいかもしれない。さて、今日の動画で語りたかったのはこんなところかな。今後の展望としては、このビルドは火力はもう十分なので防御面を上げていきたいところ。回避に特化して受け流し率を積むなどが防御を固くするにはいいと思うけど、いずれも火力とトレードオフになりがちなのが難しいところだね。僕は火力大好きなのでついつい追い求めてしまうのだ。ただ、例えばデリリウム200%ファームの場合、霊気攻撃や混沌攻撃をしてくる相手は問題ないんだけど、非攻撃を放ってくる相手はなぜか即死させてもダメージ判定だけが残って攻撃してくるので、やられる前にやるというこのビルドのコンセプトが破壊されて面倒くさいのだ。いちいち避けることが必要になるんだよね。まあそういうものなのかもしれないけれど。というわけで、なるべく火力を落とさず防御面を補強できないか考えていくのだ。みんなも良いアップデートが見つかったら教えてね。それじゃここまで見てくれてありがとう。バイバイなのだ。